おい、お前のパソコンから急に煙が出てきたぞ。上司の前田係長は明らかに芝居がかった様子で騒ぎ出した。本当ですね。そのままにしといてください。何？自分のパソコンから煙が出ているというのに、そのままにしていてと冷静に言う俺の反応に驚いたのか、係長は口をパクパクしながらパソコンを指さしている。俺は冷ややかな目で係長を見つめた。俺は斉藤、ある中小企業で営業マンとして働くサラリーマンだ。うちの会社はアットホームな社風で、従業員数も数百人という規模だからか、社長が時々各フロアに顔を出しては激励してくれたりする。そんな社長のおかげで社内の雰囲気も温かく、働きやすい職場だと思っていたのだが。斉藤、先方との約束は今日じゃなかったか？早く準備しろ。それなら先方の都合であさってに変更してほしいと連絡があったと昨日お伝えしたはずですが。俺は聞いてないぞ。ほうれん草はちゃんとしろっていつも言っているだろ。俺にそう怒っているのは上司の前田係長。お気に入りの社員は飲みに連れて行ったり、仕事もうまく回してくれるようなのだが、俺は係長から嫌われているらしく、当たりがきつい。伝えたことも係長が忘れていることがほとんどなのだが、メモに書いて渡しても、面倒くさがらずに口頭で報告しろ。と怒るのだ。俺としては言った聞いていないなどの伝え漏れがないようにしたいだけだが、それも許されず、係長が忘れると俺の連絡不足にされてしまう。困ったものだ。前田くん、斉藤くん、調子はどうかね？そこへ社長がやってきて俺たちに声をかけてくれた。係長はさっきまでの態度が嘘のように、これは社長、営業部まで足をお運びいただきありがとうございます。みんなのおかげで営業部の成績も好調ですよ。それはいい。斉藤くんはどうだね。風通しのいい環境で働くことができているかい？係長が社長に見えないように余計なことを言うなと言わんばかりの顔で睨みつけた。はい、いろいろと気にかけていただいています。君はまだ若いのに営業部の主戦力になっているようじゃないか。期待しているから頑張ってくれ。ありがとうございます。俺はまさか社長直々に褒めてもらえると思わず、なんだか感動してしまった。去っていく社長の後ろ姿を見ていると、ちっと舌打ちする音が聞こえ、まさか、斉藤、社長の言葉を真に受けたんじゃないだろうな。と前田係長がイライラしながら言ってきたんだ。社長は、ああやって若手を褒めて、モチベーションを上げさせようとするんだよ。じゃなきゃ、お前が主戦力なんてありえないだろ。はい。たとえ誇張した表現だったとしても、そんなことを言われたくなかった。でも、社長が俺の名前を覚えてくれていて、褒めてくれたということは事実だから、もっと社長の目に留まるように頑張ろうと思ったんだ。俺は今まで以上に積極的に新規開拓をしようと、取引先に紹介してもらったり、自分で足を運んだりしていた。その効果もあって、翌月は新規契約件数が営業部でも上位に入ることができたんだ。いつも憧れている先輩からも、お前頑張ってるな、俺も負けないようにしないと、って言われたりして嬉しかった。この頃は外回りに出ていることも多く、前田係長と関わることも少なくなっていた。会社に戻った時に嫌味を言われたり、ミスをなすりつけられることもあったけど、それも気にならなくなっていたんだ。でも係長はそんな俺のことがますます気に入らないようだった。ある日、俺が外回りから戻ってくると、斉藤、ちょっとボールペン貸してくれ。と係長に言われた。俺はスーツの胸ポケットに刺していたお気に入りのボールペンを係長に渡したんだ。悪いね。いえ、ボールペンならその辺にいくらでも置いてあるのにな、と少し疑問に思いつつ、俺は席について資料を整理していた。係長の方を見ると、何やら下を向いて集中しているようだったので、
俺は特に声をかけずにトイレへ。そして戻ってくると、俺の机の上にボールペンが置いてあった。係長が返してくれたのかなと思い、俺はそのボールペンでメモを取ろうとすると、あれ？インクが出ない。インクの量を確認してもまだたくさん残っている。不思議に思いながらペン先をよく確認してみると、明らかに潰れているようだった。マジか。このボールペンは初めての給料で買った思い入れのあるものだった。インクを交換してずっと大事に使っていたんだ。値段がするだけあって少し落としたくらいでは壊れることもなかったし、よっぽど強い力でグリグリ書かないとこんな風にペン先は潰れない。まさか係長がわざと。俺が大事にしていたボールペンが使えなくなりショックを受けるだろうと。さすがに係長もそんな幼稚なことはしないだろう。たまたま運が悪かったんだ。そう思うことにした。しかしボールペンの件だけなら俺の考えすぎかと思っていたものの、それだけでは終わらなかったんだ。俺が取引先と商談があるからとスーツやシャツもパリッとしたものを選んで会社を出ようとしたその時、うわ、熱っ。うわ、熱い液体が俺のスーツの前面にバシャッとかかった。茶色いその液体はコーヒー。そして俺の前にいたのは、斉藤、気をつけろよ。前田係長がブツブツ言いながら俺のことを睨んでいた。すみません。取引先との約束の時間も迫っているし、早く着替えないと。と、ロッカーに向かおうとする俺に、係長は、ちょっと仕事がうまくいってるからって調子に乗ってるんじゃないか？周りのことが見えてないみたいだな。とニヤニヤしながら言ってきたんだ。そもそも係長がコーヒーを持って歩いていることも不自然だった。係長はいつも部下にコーヒーを入れさせて自分の席で飲んでいる。だからコーヒーの入ったカップを持って歩くようなことはまずない。だが今はそれを考えるよりも商談が大事だ。俺はもやもやした気持ちを抑えつつ着替えて取引先に向かった。商談も無事成立し会社に戻ってくると、定時を過ぎたということもあって前田係長はもう帰宅したようだった。戻りました。お疲れ、今日は災難だったな。と言いながら同期の岡谷が缶コーヒーを渡してきた。ああ、本当だよ。俺がコーヒーを係長にかけられたことを思い出していると、斉藤、ちょっといいか？と言って岡谷は誰も使っていない会議室へ俺を誘った。どうした？何かあったか？いや、前田係長のことなんだけどさ、俺、係長がお前が席を立つタイミングを給湯室から見計らっているのを見たんだよ。え？それって。ああ、わざとコーヒーを持ってお前にぶつかりに行ったんじゃないか？俺の予想は当たっていた。でもまさか取引先の商談に向かうのを邪魔しようとするなんて。俺個人への嫌味や嫌がらせならまだ我慢できる。でも仕事を邪魔をしたとなれば話が違う。会社にも迷惑がかかってしまうかもしれないのだ。やっぱりそうか。大丈夫か、斉藤。これからどうする？でもまだ明らかな証拠があるわけじゃないし何もできないよな。確かに。今回の1回だけじゃたまたまぶつかってコーヒーがかかってしまっただけと言われたらそれまでだ。俺は岡谷とも相談し少し様子を見ることにした。だが俺が黙っているのをいいことに前田係長の行動はどんどんひどくなっていった。しかもそれは全て仕事に影響するようなことばかりだったんだ。あれ、机の上に置いておいた契約書類がない。引き出しの中にしまったんじゃないか？いや、係長に提出しようと思ってカバンから出して机の上に置いといたんだけど、誰か持って行ったとか？岡谷も一緒に周りの社員に聞いてくれたが、誰も書類の行方は知らなかった。本当にどこに行ったんだろう。もうすでに署名してもらったものだから、なくなったとなればもう一度取引先に署名してもらわなければならない。そんなことをすればこちらがずさんな管理をしていると取引先から思われてしまうだろう。俺は前田係長が
勝手に持って行ってしまったのではないかと疑った。係長は車内にはいるはずだが席を外しているようだ。だから係長の席に近づき、机の上に書類がないか見ていると、斉藤、俺に何か用か。後ろから係長に声をかけられた俺は、契約書類が見当たらないことを言おうか迷っていた。すると係長はニヤニヤしながら、なんだ、どうしたんだ、早く言ってみろ。と俺に促してきたんだ。俺は観念して係長に、実は先ほど A 社との商談がまとまったのですが、その契約書類が見当たらなくて、机の上に置いておいたんですが、と言った。すると係長は営業部全体に聞こえるような声で、書類の管理もまともにできないのか、お前は。営業成績がどうとか以前の問題だぞ。と俺を怒鳴りつけた。申し訳ありません。ですが、この後に及んで言い訳をするなんて言語道断だ。契約書類を紛失したなんてことはどれだけ大変なことかわからないのか。係長は僕の机にあったのを見ていませんか？そんなものは見ていない。なんだ、俺が持って行ったとでも言うのか。いえ、そういうわけでは。俺はちょうど今戻ってきたところだ。契約書類は見てない。係長は全く聞く耳を持たず、俺のことを罵倒し続けた。でも俺が席を離れていたのはせいぜい15分ほどだ。昼休みでほとんどの社員が席におらず、俺も昼休みが終わったら係長に書類を提出しようと思ってコンビニに昼食を買いに行っただけ。確かに机の上に置いたのは記憶にあるから、会社に戻る途中で紛失したとは考えにくい。今日中に見つからなければ始末書ものだぞ。そう吐き捨てて係長はどこかへ行ってしまった。係長が昼休憩から戻ったのはいつかわかるか？俺が戻ってきた後だと思うけど。そうか。それなら係長が俺の机の上から書類を持っていくことは不可能だ。俺は書類がどこへ行ってしまったのか見当もつかなかった。手当たり次第必死で身辺を探していると、おい、隣の部署の子から聞いたんだけど、俺が戻ってくる前に一度係長は戻ってきてたらしい。え？その子、昼食は席でお弁当を食べてるんだけど、係長が一人でお前の席のあたりでうろうろしているのを見てたって。ちょうどお前がコンビニに行っている間にな。そうか、係長は一度戻ってきていたんだな。ああ、だからやっぱり。俺と岡谷は顔を見合わせてうなずいた。おそらく係長が書類をどこかへ持って行ったか隠したのだろう。ただ係長のことを目撃した社員も何をしているのかまでは見えなかったということだった。だから係長が犯人だという証拠もなく、憶測の域を出なかったから何も言えなかったんだ。それから1時間くらい探していたが、一向に契約書類が見つかる気配はなかった。しかし、おい、こんなところに書類が置いてあったぞ。係長の大きな声に俺は急いで係長のところまで向かった。そこはコピー機の横にある棚だった。棚には予備のコピー紙などが置いてある。なんでこんなところに？どうせ契約書のコピーを取った後に忘れて置きっぱなしだったんだろう。いくら商談をまとめてもこんな基本的なことがいい加減とはな。コピーなんて取っていないし、俺はここには置いていません。すると岡谷もやってきて、前田係長、僕もここをさっき探しましたが書類はありませんでした。誰かがその後に置いたとしか。と俺に加勢してくれた。すると係長は顔を真っ赤にして、なんだ、俺が嘘を言っているというのか。と怒り始めてしまった。事情を知らない他の社員の注目も集め始めてしまっていたことから、いえ、申し訳ありませんでした。会ってよかったです。と言って頭を下げた。ふっふん、調子に乗ってるからこんなことになるんだよ。係長はそう吐き捨てて俺たちの前から去っていった。今回のことでもう自分の身は自分で守るしかない。そう決意したんだ。そして数日後、
俺が外回りから帰ってきてパソコンを起動してみると、なんだか焦げ臭い匂いがした。なんだこの匂い。疑問に思いながらパソコンを操作しようとすると、パソコンの横から煙のようなものが見えた。俺が岡谷の方を見ると、岡谷は俺の顔を見てうなずいた。そういうことか。俺は煙に気づかないふりをして操作を続けようとした。すると前田係長が急に立ち上がり、おい、お前のパソコンから急に煙が出てきたぞ。と俺のパソコンを指さしながら明らかに芝居がかった様子で騒ぎ出した。係長の位置からは座っている限り俺のパソコンは見えないはずだ。それをわざわざ立ち上がって騒ぎ出すとは。本当ですね。そのままにしといてください。俺は係長の言うことは気にせずパソコンの操作を続けようとした。すると係長は焦ったように何と口をパクパクしながらパソコンを指さした。自分のパソコンから煙が出ているというのにそのままにしてくれと冷静に言う俺の反応に驚いているんだろう。早くなんとかしないとパソコンのデータが。そうですね。データが飛んじゃうかもしれませんね。データはこまめにクラウド上にバックアップを取っているから問題ない。係長はそこまで頭にないかもしれないが、俺をじらすつもりだが逆に係長の方が焦っているようだった。俺は冷ややかな目で係長を見つめながら、どうされたんですか係長、と言ってパソコンの電源を落とした。どうって、お前がパソコンを壊したんだろ。そこへ岡谷がやってきた。パソコンからなぜ煙が出たかは前田係長が一番よくご存知だと思いますが。どういう意味だ。俺は机の上に置いてあったペン立てを持ち上げた。実はそこに小さなカメラを仕掛けておいたのだ。なんでそんなことを。その理由もお分かりのはずですよ。俺はスマホで録画された映像を再生した。そこに映っていたのは係長が水に濡れたケーブルを俺のパソコンに挿しているところだった。なぜこんなことをしたのか理由をお聞かせ願えますか。斉藤のパソコンのケーブルが外れていると思って差し直したんだ。ちょっと間違えただけだ。わざわざ濡れたケーブルを。濡れているなんて知らなかった。それはおかしいですよね。俺はちゃんと見ていましたよ。そう言うと岡谷は自分のスマホで撮影した画像を係長に突きつけた。そこにはケーブルの端子を水の入ったコップに入れている係長の姿が。給湯室でケーブルを濡らした後ポケットに入れ、外れたケーブルを直すふりをして濡れた別のケーブルを差し込みましたね。係長は僕がパソコンを壊したことにしたかったようですが、残念でしたね。証拠を突きつけられて言葉に詰まる係長。するとその時、話は聞かせてもらったよ前田係長。いつもの温厚な顔とは違い険しい表情の社長が出てきた。実は俺と岡谷が係長のことについて話している時にたまたま社長に話を聞かれてしまっていて、今回カメラを仕掛けたことも社長の許可を得ていたのだ。社長、部下の仕事を妨害するなんて、それは会社によって不利益なことだとわからないのか。申し訳ありませんでした。君はしばらく自宅謹慎したまえ。処分は追って定する。そんな。早く荷物をまとめたまえ。係長は社長に一喝され、うつむきながらフロアから出て行った。社長は俺たちに、まさか前田係長が評判がいいと思っていたからこんなことになっているとは思わず申し訳ないと頭を下げた。斉藤君、岡谷君、君たちには期待しているんだ。今回のことにはめげずに我が社を将来担っていく存在としてこれからも頑張ってくれないか。はい、もちろんです。ありがとう。よろしく頼むよ。社長はいつもの笑顔に戻って俺たちの肩をポンと叩いて去っていった。その後前田係長は降格されて
下請けの関連会社に出向になり、現場でこき使われているらしい。しかも他にも同じようなことをしていないか疑われ、結局俺のパソコンだけでなく、接続されている営業部すべてのパソコンを弁償することになったようだ。俺はというと、後輩もできて営業部の新規プロジェクトメンバーに抜擢され、忙しいながらも充実した日々を送っている。係長は俺の営業成績や社長が目をかけてくれたことを妬んでいたらしいが、俺はそういうことがあったとしても切磋琢磨して自分の力を高めていきたい。